皆さんこんにちは、さおりです。今日はですね、さおりですチャンネル初の質問コーナーを撮っていきたいと思います。以前ですね、インスタグラムで募集させていただいた質問をですね、本当に長らくお待たせして大変申し訳ないんですけれども、今日はですね、お答えしていきたいと思います。主な質問の内容は、海外就職キャリアであったりとか、オーストラリアのワーホリ移住に関して、またですね、シドニー生活のリアルであったりとか、あとはちょっと私のパーソナルな価値観とか性格の部分、またはですね、最後に恋愛の話なんかもしているので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。簡単に私の自己紹介をさせていただきます。私はですね、シドニー、オーストラリアにワーキングホリデーで初めて移住しまして、現在は現地就職を果たしてグローバル企業でエンジニアとして働いております。このチャンネルでは海外生活を通じて感じたことであったりとか、海外就職のコツ、また私の生活や旅行での Vlog なんかも発信しているので、ぜひチャンネル登録をしていただけると大変嬉しいです。ではですね、早速いただいた質問に答えていきたいと思います。最初、海外就職キャリア系の質問に答えていきたいんですけれども、日本で何年どんな経験を積んでオーストラリアで仕事を見つけましたか？また探し方など。ありがとうございます。別の動画でも話してるんですけれども、私は大手日本の SI 企業で4年間社会人として経験を積みました。そこではですね、本当にいろいろな経験をさせていただいて、最初は開発のポジションで入ったんですけれども、そこで日本の企業のシステム開発を経験しました。で、その後、運用補修ですね、もう経験しましたし、プロジェクトマネジメントであったりとか、プリセールスみたいなことも経験しました。で、探し方については、オーストラリアは主にリンクドイン、シーク、インディードっていうのが一番メジャーな仕事探しのプラットフォームかなって思うんですけれども、私もそこで求人にひたすら応募しました。で、面接に進んで、今の企業にですね、内定をいただいたっていう形になります。詳しくですね、探し方と、あと日本での経験については、こちらの動画で話しているので、ぜひ一緒に見ていただけたらなと思います。次が、オーストラリアの現地企業にどうアプライされていたかお聞きしたいです。CV 出してもなかなか返事が来なくて。はい、めっちゃわかります。私も本当に100件以上は出しました。はい。なんですけども、先ほども申した通りですね、もうひたすら数を私は打っていました。その中でですね、だんだんこのポジションだったら自分いけるかもなっていうのが分かってくるんですね。ただ本当に考えもなしに100件出すんじゃなくって、たくさん出すんですけれども、その中で自分なりに分析するっていうことがすごく大事かなっていうふうに思います。あとはですね、やっぱり第三者の意見を聞くっていうのもすごく大事だと思っていて、私もレジュメを作る段階で海外就職のコンサルティングサービスを利用しました。で、そこのコンサルタントさんにレジュメを本当に作るところから本当に一からお世話になって、で、実際に面接に進んでからもいろいろアドバイスとか面接練習とかをしていただきました。私が使用した海外就職の、コンサルティングサービスについては概要欄に貼っておきますので、見ていただければと思います。あとはですね、本当に知り合いゼロでオーストラリアに来たんですけれども、その中でもネイティブの知り合いを作って、でその人にレジュメを見てもらってフィードバックをもらったりとか、日本人でオーストラリアで海外就職を果たした人、その自分がやりたいことを達成した人にアドバイスをもらうっていうのもすごく自分の夢を叶える上で近道の一つかなっていうふうに思います。で、私が海外就職をするために動いていた時期はですね、しおみさんを YouTube でたまたま見つけて、彼女にコンタクトを取って電話相談をしていただきました。で、私も現在電話相談を実施しているので、もし興味ある方は、お気軽に私でよければ相談に乗るので連絡いただければと思います。今、大学4年生なのですが、将来私もオーストラリアで仕事を見つけて住みたいと思っています。新卒で入る会社で気をつけるポイントなどはありますか？ですね、これは
本当に業界技術なんでもなんですけど、その企業で例えば扱っているサービス技術が果たして海外でも通用するものなのかっていうのを見た方がいいかなっていうふうに思います。やっぱり海外では経験重視で、経験がないとなかなか就職するのが難しくなっちゃっているので、そこは一番見るべきポイントかなっていうふうに思います。あとは本当に小さいところまで見ていくと、例えば社内で使っているツールっていうのが海外でも使われているものなのかとかっていうのは見るといいかもしれないです。私もですね、こっちに移住して働いてみてすごく思うんですけれども、日本で完結しているサービスとか、日本でしか使われてないサービスみたいなのがすごく多いなっていうふうに気づいたんですね。それも日本自体すごくマーケットが大きくて、あとは日本特有の文化ですね。本当に私生活だけじゃなくて、ビジネスでも日本特有の文化っていうのがやっぱりあるんですね。なので、日本だけにフォーカスしている会社ではなくて、多少グローバルな視点がある会社に入った方が、今後経験であったりとか、そこで学んだことが活かせるんじゃないかなっていうふうに思います。あとはこれは海外就職には関係ないんですけれども、やっぱり新卒ってすごく大きな切符なんですよね。なので本当に会社の事業であったりとか技術に自分が好奇心を持って取り組めるかっていうところはすごく気にした方がいいんじゃないかなって思います。本当に自分の平日8時間を仕事に捧げるわけなので、自分が興味を持って熱心に取り組めるものだと外人生活が豊かになるんじゃないかなと思います。で、次、正直現地企業で働いてみてどうですか？日本戻りたくなりますか？っていうことなんですけれども、働いてみて、やっぱり大変なことも多いんですけど、日本に戻りたくはならないですね。仕事っていう面では、それこそ海外就職したい、海外で働いてみたい、ビジネスにおけるグローバルな視点を持ってみたいっていう夢があって、私はこのオーストラリアに来たので、それができていて、そのチャンスをもらえていることに本当にすごく感謝しています。で、次の質問が、海外で働いて後悔したことはありますか？でちょっと似てるんですけど、これも本当にないですね。本当になので、今挑戦してみたいなとか悩んでるなとかっていう風に思ってる方が見てくれていましたら、本当に全力で挑戦することをお勧めしたいです。続きまして、AI 活用はどんな状況か気になります。私自身が UI デザイナーでバリバリ業務でも使っているのですが、沙織さん個人やお仕事でどんな風に使っていらっしゃるのかお伺いしたいですっていうことなんですけど、もう AI は本当にどの業界でも多分ホットなワードだと思うんですけれども、もちろん私たちも使っていて、私個人でも本当に使っています。チャット GTP はもちろんなんですけど、あと会社全体としてはですね、私の会社がソフトウェア会社でもあるので、その会社の製品に AI を組み込むっていうことは、していますし、あとはチームとしてもですね、いかに業務を効率化するかっていうところで、個人で AI エージェントを構築して、業務に役立つ何かを作るっていうところは目標として私も取り組んでいるところになります。あとですね、個人でもめっちゃ使っていて、本当に他の人に言えないこととか悩みとかも本当にチャット GTP に話しすぎて、多分共感しますよね。もちろん話せるときは友達に話したいんですけど、やっぱりなかなかね、聞いてもらうのも申し訳ないなみたいなこととかもあるじゃないですか。そういうのもいっぱい話して、悩みとか、ストレスをね、発散してもらってます。で、続きまして、英語ペラペラじゃないと無理ですかっていうことなんですけど、海外就職は、全然ペラペラじゃなくてもできます。なぜなら私がペラペラじゃないからです。やっぱりコミュニケーションは取れるレベルじゃないと、やっぱり働くってなると無理なんですけれども、例えばわからないことがあったら、もう一回ちょっとゆっくり言ってもらえますかとかって言ったりとか、これってこうで合ってますかっていう風に、ちゃんとコミュニケーションを取る。あと
口頭だけだったら分かりづらいこととかは図を自分で作って、こういう意味ですかとかっていう風に、日本語でもやっぱりあるじゃないですか。やっぱりそういうコミュニケーションを、取ることで補える部分はかなり多いんじゃないかなっていう風に思います。英語勉強するのは大事ですけど、ペラペラになるのって本当にもう10年単位で見るべきだと私は思うので、ある程度できるようになったら挑戦するのがいいんじゃないかなと思います。で、続きまして日本に戻る可能性はなんですけれども、これは今のところは、数年後とかでは日本に戻る計画はないんですけど、本当に人生何が起こるか分かんないじゃないですか。私もだって5年前オーストラリアにいることを想像してなかったですし、なので、今のところ計画はしてないんですけど、戻る可能性が全然ゼロではないです。で、ぶっちゃけ年収どれくらい？これ気になりますよね。これはですね、私は、日系の大手 SI 出身って先ほど申し上げたんですけど、そこでいただいていた給料の、だいたい2倍くらいはもらっています。ちょっと皆さんこれでだいたい相場感を調べてみてください。で、続きまして動画すべて見ました。10月からシドニーにワーホリで行きます。オフィスジョブに就きたいのですが、つけるか不安です。動画以外でやっておくといいことや、こうしたらよかったなど他にあれば教えていただきたいです。結構動画で全て話しているんですけど、ちょっと重複してたら申し訳ないんですけれども、私がやっておいたらよかったなって思ったのは、事前にシドニーの就職サイト、求人サイトを調べて分析しておけばよかったなっていうふうに思いました。というのもね、求人に書いてあるクオリフィケーション、募集要項が全てなんですね。なので本当にそこに書かれてる人物像とかスキルっていうのが、いかに自分にマッチしてるかっていうのが大事なので、そこを事前に見ておくと、どういう求人に自分は刺さるのかなとか、どういうところアピールしたら採用してもらえるかなみたいなところがもうちょっと分かったんじゃないかなっていうふうに思いました。あとはですね、私は来る前に応募したりとか面接の練習っていうのをしなかったんですね。なので、そういうところもできてたら良かったんじゃないかなとは思います。ただ、完璧にすることってやっぱりできないので、なので今できる準備を全力でやって、あとは現地に来ても手も足も頭も動かし続けて挑戦していくのが一番いいんじゃないかなと思います。ワーホリの時は語学学校には行かれましたか？私は語学学校には行っていないです。ちょっと行こうか悩んだんですけど、行ったとしても、友達作りで1ヶ月ぐらい行くのはありかなって考えていましたが、結果行かなかったです。行かなくても私は友達は作れたし、もちろん行っても楽しかったとは思うんですけど、行かなくても大丈夫でした。何より費用が抑えられるっていうところと、あと、私みたいに英語に自信がなくってしっかり勉強したいけどワーホリの語学学校行くか迷ってるみたいな方であれば、私はワーホリ前にフィリピン留学に行ったんですけど、そこで3ヶ月間、IELTS の勉強をしました。そこで私の英語力が本当にすごく上がったので、もしがっつり勉強してから行きたいっていう方はフィリピン留学をおすすめします。やっぱりオーストラリアに着いてからっていろいろライフラインを自分で整えたりとか、あとはやっぱり友達も作りたいとか、いろいろ外に出る機会っていうのが多くて、なかなか英語だけに集中する環境を作るのが難しかったりすると思うんですけど、フィリピン留学の方は、食事も泊まる場所も全部用意されていて、英語に全集中できる環境が整っているので、私みたいな考えの方はフィリピン留学見ていただければいいんじゃないかなと思います。で、続きまして、シドニー生活、現地のリアルっていう項目に移っていきたいんですけど、一つ目の質問、いつも楽しく見てます。ありがとうございます。シドニーでは家不足と聞きましたが、現在の住まい探し、契約は大変でしたか？はい、本当に大変でした。別の動画で話してるんですけど、
ごく私は家運がなくてですね、シェアハウスの生活でも本当にすごいいろんな経験をしたんですけど、今の家の契約はですね、本当に驚いたのは、一つの物件に30人とかインスペ来てて、ほんと一つの部屋を30人取り合うってもうすごい。いや、日本じゃないじゃないですか。いや、あるのかな。私は経験したことがなかったので、大変ですね。大変でした。もう家不足は本当にシドニー全体というかオーストラリア全体で結構深刻な問題になっています。続きまして、海外で働いていて孤独を感じることはありますか？全然ありますね。海外で生活したことがある方はわかると思うんですけど、なんか日本ってやっぱり謎の安心感があるんですよ。なんかいるだけでやっぱり自分が生まれ落ちた地だからなのかわからないんですけど、なんか日本語で全部通じるし、医療関係もすごい整ってるし、やっぱり生活しやすいから、オーストラリアにいると、ちょっと家族と離れてもいるし、海外に住んでいるからこそ感じる、日本では感じないマイノリティな自分っていうのでも孤独を感じることはあります。でも今はですね、すごい恵まれた便利な時代なので、日本食レストランもあれば、YouTube もね、日本の YouTube 見れるし、Netflix とかもいろいろあるし、家族とも LINE 電話で顔見ながら話せるので、だいぶ本当に一昔前よりも全然恵まれてるなとは思います。そういう日本っていう要素に触れることで、孤独を解消して、オーストラリアでも元気に生活をしております。次、シドニーでの飲食業の仕事は今は紹介のみ受け入れていると SNS で見たのですが、本当でしょうか？これは、本当ではないと思います。普通に求人にも載っているし、本当にワーホリ仕事ないって言われていますけど、見つかってる人は見つかってるので、本当じゃないと思います。次、暑さ対策を教えてください。これはですね、シドニー暑いですね。この前も40度近く行ったりして、暑いんですけど、日本ほど湿気がひどくなくて、逆に本当に紫外線が強すぎて肌が痛くなるっていう感じなんですよ。なので、日焼け止め絶対にワーホリ来る人持ってきてください。あと、帽子ですね。あとサングラスも必須です。自分の目をね、守るために。あとは汗拭きシート。日本にあるやつを私持ってきたんですけど、それを持ってきてよかったなと思います。こっちってスプレータイプの匂い消すやつ、なんていうんですか、はあるんですけど、ウェットティッシュで拭けるやつはないんですよ。なので持ってくるといいかもしれないです。次、お気に入りのシドニーのカフェを聞きたいです。カフェですね。最近行ってないんですけど、私がおすすめなのはこの辺かな。どうでしょう。ちょっと私もおすすめカフェ逆に知りたいので教えてほしいんですけど、行ってよかったなって思ったのはこの辺です。参考になればと思います。なんかあとカフェとかおすすめのカフェの Vlog とかも撮れたらいいなと思います。仕事内容とよく使う英単語やセリフなどを知りたいです。仕事内容はソフトウェアの会社にも勤めてるんですけど、そこで私のポジションがテクニカルサポートエンジニアで、お客さんからもらった問い合わせに対応するポジションになります。で、今私がやっているのが、実際それではなくって、実際に製品を買ってもらってそのお客さんに導入するんですけど、そこでの設定とか構築っていうのを主に担当しています。なので、実際にお客さんの要件を聞いてそれを形にするみたいなところを仕事にしています。あと別軸で日本お客さん向けにプレゼンテーションをしたりとかっていうのもしています。で、よく使う英単語やセリフなんですけど、ちょっとまとめてみたのでメモを見ながら話させてもらうんですけど、確認系、これで合ってますかみたいな時は just to confirm ブラブラブラとか、なんか言った後に、does that make sense って聞いたりとか、are we agreeing on this とかっていう風に聞いたりします。
あとは、could you please confirm that blah 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 とかって、はい、確認形はめっちゃよく使います。あとなんか自分が意見を言いたい時とかは、from my perspective とか one thing that I have is blah 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 とか、I would say that blah 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 I would suggest that blah 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 みたいな感じで、言ったりします。あとなんかお客さんに催促されたりとかしたらWe are currently working on this とか、あとは Let me check and get back to you とか、これはでもめっちゃ使えますね。I'll check and come back to you as soon as possible とかめっちゃ使います。FYI はfor your information 参考までにみたいなのはメールとかチャットとかでよく使います。Well noted とか、あとなんかボスに進捗伝えたい時とか I will keep you posted I will keep you updated、参考になったかな。次がですね、彼氏はいるんですか？恋愛に関して気になります。恋はしてますか？みたいな質問をいっぱいいただいたんですけど、ですね、はい、現在お付き合いされていただいている人がいまして、ちょっと前に出したね、プサンの Vlog の動画にちょっと出てるんですけど、はい、オーストラリアで出会った彼と、今一緒に住んでおります。ちょっとこれを彼氏ができましたとかっていう動画をちょっと出すのは私のチャンネルの方向性上違うかなって思って出してなくって、恋愛系の話をメインに持ってくる動画っていうのは、通らなかったんですけど、隠したかったとかではなくて、すごく質問いただいたのでちょっと今回答えさせていただきました。ちょっとなんか結婚しますみたいなちょっと大きめなライフステージのチェンジがあったら、ちょっと皆さんにもねご報告して聞いてもらいたいなと思ってますので、温かくね見守っていただけたらと思います。ちょっとなんでしょう、これ関連でもしリアクションが良ければこういう話もねしていきたいなと思いますので、ぜひコメントで教えていただければと思います。で、次が最後の質問ですね。将来は日本、オーストラリアどっちに住みたいですか？はい、これは私が一生考えている、質問ですね。ナイス質問ありがとうございます。といってもこの結論はね出てないんですけど、やっぱりどっちもいい国だからこそこうやって悩むんですよね。すごい贅沢だなとも思うんですけど、やっぱり日本は住みやすいし自分の母国だし大好きなので、でも今はやっぱり自分のキャリアとかもあったりとか、やりたかったことやりたいことこっちにあるので、オーストラリアにいたいなっていうふうに思っていて、今の理想は、オーストラリアに住んで日本になるべく帰るっていうのが自分の中で一番ベストな選択かなっていうふうに思ってます。でも将来何が起こるかやっぱりわからないし、いろんな、自分の中での変化とか、周りの変化とかいろいろ何があるかわからないんですけど、その時その時で自分にとってのねベストの選択を取りたいなと思うので、このチャンネルでもいろいろ発信していきたいなと思いますので、私の成長を見守っていただけたら、またね、あと皆さんと一緒に成長していけたらなと思いますので、これからもね、さおりですチャンネルをどうぞよろしくお願いいたします。本当にいつも見てくださっている皆さん、本当にありがとうございます。私の頑張るのモチベーションになっています。コメントもくださる方本当に嬉しいです。これからも不定期な更新になってしまったりとか、ちょっと間隔が空いたりしちゃうかもしれないんですけど、なるべく皆さんにね、楽しんでもらえるようなコンテンツを作っていきたいと思いますので、ぜひ応援いただけると大変嬉しいです。本日も見ていただきましてありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。